99.9% 引退するっていうのであればちょっとキャスティングしようと。イバニーはやめへんでってやめへんで、そうでメイ君どうですか、こうプラスの点。みんなが、うんまあ、多分自分のフィジカルに一番自信持ってるってレベルで、うんみんな多分打ち合いに自信持ってるよね。相手の特徴をつかむのが本当に速くてうまい。なんですか。Make gamers more significant シグネーター。でその中でちょっと IGL に聞きたかったんだけど、そのコーチとしてやってたけど今は IGL で、ノーザンライトコーチがいるわけじゃん。まあ、それはもうデトネーションフォーカスミの形を作ってる、まあ、一つの、まあ、大黒柱とも言ってるんだけど、自分の考え方針とノーザンライトコーチの考え方針ってどっちを優先するとかっていうチームの中で方針が決まってるんですか。もうマジで尊重してくれてない？コーチ陣。あ、そうなんだ。そう、なんかこれやりたいって言ったらやってみようみたいな。ノーザンはそんな感じかも。じゃあそこにじゃあノーザンライトコーチ目線でこういうのはどうっていう提案が。あ、そうそう、まずそういう感じ。これやりたいってなったら、まあ、それについて足りないところをフィードバックしてくれたりとか、このアップのこれ今足りてないよってフィードバックが入ったりとかして、足りない部分を補完してくれる感じ。プレーもだし、なんかそのメンタルとかもそう。本当なんか一生話してくれるから、俺となんか本当足りないところを補完してくれる感じのコーチ陣というか。へえ、いいね。そしたらもう自分の戦術感っていうところにうまく弱いところにく付けしてくれて。あ、そう、なんかすごい、まあ、やりやすいというか。あとタイムアウトとか、結構ライツさんってなんか戦術的なこととか、なんか普段は話さないというか、口数が多いタイプではない。あ、そうなんだ。なんですけど、俺も試合途中本番ゼタ戦の OT 前のタイムアウト、バグっちゃってて頭。そのタイミングでゼータ DFM あったね、これね。そう、お互いがなぜかお互いの方が聞こえないっていう、聞こえてなかったね。みんな言ってたね。でも一生ゼタコールが俺の方に聞こえてて、わかる。これホームやばくねみたいな。俺もマジ絶望してた。そう、悲しかった。何やねんこれと思って。マジかこれ。でもなんかゼータの人はね DFM のことを聞こえるみたいな。何やこれと思って、なんかそしたらライツさんが一回何も喋んないで深呼吸してって言ってスッて静寂が生まれて、それでもう完璧にリセットできたというか、本当オフシーズンのイベントでそういうことがあって、こういうことも言ってくれるコーチなんだってのは思った。なんか心理的なところでもね分かってくれたのかもしれないですね。でも今までのそのコーチ選手やってた時って、まあ、CGZ もそうだしいろんなコーチと出会ったけれども、そのコーチたちとやっぱり一番違うのはそういう戦術面、それからそういう精神面の支え、それとももっとやっぱり知識がある。なんか今まで出会ってきたコーチもずっとそうだけど、マジでずっと尊重してくれるから、みんな俺のこと、からなんか結構やりたいようにやっていいよみたいな感じだし、メンタルもなんかもう俺こんな感じだから今のメンバーもそうだけどみんな向き合うよみたいなスタイルが多いというかなんだけど、まあ、一番違うところはなんかこの人マジでバロラント好きなんだなって思う。どうメイクもそのフォーカスに入って、まあいろいろこうノーザンライトコーチとも付き合いも長くはなってると思うけど、まあなんか CR からやってるんですけど、そうだね、さっき言ったなんかレッドブルの時本当に普段パッションがないんですよ。なんか平穏だよねずっと。そうなんですよ、なんかマジで感情一定だし全然喋らない人だったんですけど、なんかレッドブルはなんかめっちゃあったかい言葉とか結構熱入ってて言葉に絶対勝てるみたいな、あんなノーザンライトはちょっと初めて見たんで俺はマジでなんか勝ってほしいんだなと思って、なるほどね、より気合入ったですね僕は。でも毎年やっぱり付き合いがどんどんこう増えていくとなんかそのコーチからのアプローチって変わってくる。なんかこうもうちょっとこうした方がいいよとか厳しくなったりとか。いや全然変わんないですね全然変わんないですでもなんか一緒にこうやっててここ勉強になるなっていうのはやっぱり感じる時結構ある。なんか基本的に僕マクロの概念が全然まだ浅いので、なんか自分の個人技ってよりかはその盤面のあれについては毎日、イバニーもそうだけど、そんな考え方あるんだなって感じです。まあ、目の前に集中できて、まあ、突破口を作るからこそ、まあ、そっちの部分がちょっとね、チームのメンバーに補ってもらうみたいな、まあ、それもねやっぱ
選手としてはね必要な部分ではあるかもしれないし、でもそこを理解することでね多分チームの動きがこういうことなんだっていうところでよりフィットすると思うからね。今のまんまでもういいみたいなところはある。なんか逆に怖いかもメインの良さが失われるのが。俺が分かりすぎちゃってとかなんか挑戦的じゃない動きになっちゃうっていう。僕たちのチームってなんかマクロで取るラウンドもあるけど個人技でぶっ壊すみたいなラウンドもマジ結構あるから、なんかタロン戦とか結構ゼータ戦とかもそうおーってなんかやれみたいな感じなんだけど、大体ラウンド壊してんのメイン。そうねそうね。なんかその個人技だけで取れちゃうラウンドがあるのが普通のチームと違ってやばいと思う。まあ確かに。タロン戦とかもなんか A メイン2キルメイがして5。これで C マウンドをコントロールしているのが分かりましたから、映画に展開したいんですけども、抜いていった。そしてこのメイという突破力。これであれば2排除したので、3も完全に確保できました。バイラウンド相手終わり、相手エコってなったらもうそれだけで5ラウンドぐらい取れてるみたいな、IGL の目線でいくとこのチームの良さだし、なんかそこがちょっと分かりすぎて失われるのは怖いというか大事にしたい部分だなとは思う。4シーズン見て僕も感じる部分があって、特に EDG とかってカンカンが4ラウンドぐらい取ってくる。いやそうじゃんそうそうカンカンがぶっちゃけ2,3ラウンド取ってくれれば相手エコになって、総合4,5ラウンドぐらい取れる、あとはチームで、そう8ラウンドぐらい取ってるみたいな。だからなんか言ってる意味はすごくわかる。キレティックスとかみたいなああいう組織的なチームじゃないけど、アジアって多分そういう感じじゃないと思ってて、結構なんか地域色なのか分かんないけどそうじゃなくてもいいんだなってこのチームに来て思ったかも。僕は結構チームイズパワーみたいな思ってた人間だったけど、こういうプレースタイルもいいんだなって新しい発見はめっちゃこのチームに来てあるかも。東南アジア系はそういう色も強いからね。そういう、タロンもそうだし個人技でどうにかする部分もあるし、今年ね大活躍したジェンジーも韓国でありながら取っちゃいけねえだろみたいなのを結構個人で取ってたから、そういうねやっぱり個人技でも取らないといけない、そういうチームにしていかないといけない部分もあるし、そこはね IGL としてもあとは各選手にとっても今は勝負したいっていうところを尊重すべきかしらないかっていうね。めっちゃ大事だと思います。しかもそれってやっぱ最前線の選手しか分かんないから、今勝負したいっていう気持ちやっぱり特にデュエリストとかだとね、耐えるのにももう時間ないしやるしかないみたいな時って絶対あるからね。やっぱねそういうところは確かにアート選手からしてもあって、結構それが武器でもあり弱みでもあるっていうのが分かってる時点でかなりねまだまだ伸びしろがあるんだなというふうに改めて感じました。李選手に聞きたいのが、今めちゃくちゃノーザンライツコーチの話ばっかりしたんで、やっぱメロコさんの確かにメロホ熱選手もね絶賛してたんですよ。あとはセス君とかもね絶賛してたんで、メロホコーチの良さ、ノーザンが全然喋らない分、メロホがめちゃめちゃおしゃべりなんで、それでいい感じに中和してるというかコーチ陣が一生いるね寝てる時間と筋トレしてる以外はもう常に VC にいるかも。そう常に VC にいて、いつ入ってもなんかずっと喋りかけてくるし、いい隣のおっちゃんみたいな。そうなんですよ。本当にただのおっちゃんですよ。おっちゃん、僕らとね接する機会もやっぱりあって、いつもでも選手の近くに帯同してて雰囲気をずっと良くしてくれるような感じで、そうですね、はい、よかったじゃんよかったじゃんとか、なんか普通のなんか会話もしながら温めたり、ずっと温めてくれる床暖房ですよ。俺はこのチーム入っても落ち込む時期がやっぱあるんですよ。俺も、やっぱこの日やっちゃったなみたいな、やっちゃったなで済んだらいいんですけど、もう一日無駄にしちゃったなみたいな日が一日だけあって、もうクソ落ち込んでたけど、エンティこういうのもあるよとか相談窓口なんだ。相談窓口もだし、僕そばになったじゃないですか、ロールが、結構いろいろありイニシになったんですけど、絶対やりたくないです、やりたくなかったけど、そばになって僕マジウルトクソ下手で、ファンタズーフィーウルトがマジ当たんないみたいな。難しいよね。そうメロさんのフィードバック受けて、ウルトが当たりになった。どういうフィードバック？あんま言えないですけど、こう後ろからバーンコツは後ろからバーンそうそばの連とかもとにかく浅くて、もうやばいぐらい浅かったんですけど、メロさんのフィードバック受けて多分2週間くらいで使い物になるようになった。だからそういうこともできちゃうんです。
メロさんは。メメロさんそういうこともできちゃいますだから僕もねだからメロ4いなくなったらもうデトネーションフォーカスミ終わりだなっていうぐらいそこまでですか。いややっぱ若い選手も多いしメンタルケアっていう部分でやっぱりああいうコーチいないと多分難しいんだろうな。特に韓国行っていい日もあれば悪い日もあるっていう特に試合だって負け続けることだってあるわけだからそういうところでやっぱりメロ4がいるだけで僕らもちょっとなんかベテランがいるから安心するし、インタビューのねサンドバッグにもなれるっていう最悪なんか暗くても誰も答えられなくてもメロ4コーチが来てくれるっていう僕らの安心感があるんですけど今回ゼータジュニアコーチいなくなっちゃったんでゼータ不安なんですよ。インタビューいつもなんかジュニアコーチがいることでなんかクッションになってくれるんですけど、フォーカスにはねメロ4コーチがいるので、そう何かあったら答えてくれるっていうところもやっぱあったり、やっぱ改めてでも生で見てメロ4コーチがいることでこういうふうにいい感じになってるんだなっていうのはこの間のホームグラウンドで感じました。じゃあ続いてはあれですねチーム作りについてちょっと話もしていきたいんですけどなんか元々のそのクレイジーラクーンからデトネーションフォーカスセミに入った、戦術の多分軸っていうのがあって、それが多分ノーザンライトコーチとか、あとはいろんなIGL がそういうふうに方針を立ててたっていうのもあるけどイバニンが入ってからガラリともう多分戦術っていうのが変わったと思うんだけど、メイ君からして合わせるのって大変だったの？大変だけど割とすぐ適応できた感はありますね。チーム入ってなんかすぐ上げた動画で YouTube のコメント欄で、イバニンとメイは共存できないって言われたんですよ。やばすぎやよ、ずっと言ってたよね俺たち、最初は、なんか自分らしいプレーできないなって感じでなんかスクリームやってたんですけど、今は全然自分らしさも出せてるし、そこにイバニンの IGL も取り入れられてるから、全然適応できたかなと思います。初期だと、ネッサとかいろんなチームいて、そこからCR だったりとかモーセプ CR ってきてで DFM で今っていう感じで、いろんなチーム経験してる中で、特にもうランクも必死に多分回してると思うんだけど、なんかやっぱここ行きたいっていうタイミングで IGL からじゃあローテしようとかメイこっち来てとか多分指示が飛ぶけど、俺勝負したいんだよみたいなそういう時ってやっぱない、めちゃめちゃありますよ。やっぱあるんだ、でもそういう時でもやっぱり行かなくてよかったって後で思うことの方が多い。結果やっぱチームが勝ったりとかいやなんかやっぱりそういうところって IGL と多分最前線張るデュエリストの、多分選択の難しさだと思うんだよ。デュエリストはやっぱり行きたい、でも IGL としてはここをエリアコントロールした方が勝算が高いっていう考えを持ってるから、いけたなって思う場面は正直めっちゃあるんですけど、俺としてはなんか、そっちより、イバニンのコール最優先にして、その選択を取った上で自分の最適解の行動を頑張ろうみたいな、そっちを正解にしようって頑張ってますね。スクリームとかで逆にそのメイ君からのショットコールってないの？ごめんイバニン今入りたいっつってある。ある。俺多分めっちゃしてる気がするな。ある、めっちゃある。なんか俺もメイとかから学んでる部分があって、なんかその重要性じゃないけど、でも俺からしても逆がある。そっちを尊重しようみたいなのはめっちゃある。そうだよね。行きたいタイミングっていうのはあるからね。あるし、なんかチームメイトの前では話さないけど、なんかコーチとかとなんかその日のスクリーム終わった後ずっと喋ってるんですけど、なんかこれは勝負させた方が良かったよねとか、なんかこれ勝負しないとなんかそのランダムじゃないけど相手からしても硬い動きになっちゃって、個人技が必要な相手っているんですよマジで。なんか個人の詰め待ちとか個人の勝負が必要な相手っていうのがいて、なんかそういう時はなんか勝負した方が良かったよねみたいな。っていうのはめっちゃあるから、そのショットコールがそもそも出ない人もいるじゃないですか、出る人がいるっていうのはなんかめっちゃ貴重だなっていうのは思う。硬い動きになっちゃうのもどうしてもその、マクロ重視で動いてってエリアコントロールするときっかけになるアビリティとかって大体決まってくるし、そこでなんかアビリティ構える余裕が相手に生まれちゃって、いきなりこうデュエリストが勝負したいってなると相手なんか構えたりとか、めっちゃ思ってもないタイミングで相手は来るから、それが刺さったりもねやっぱりあるし、やっぱりうまいことそのバランスを取ったり、その局面でじゃあどっち優先するのっていうのは多分ね選手としても難しいんだよね。でもいいね、なんかそういうのが分かった上でできてるっていうのが。他のなんか選手からのコールとかってやっぱある？特に赤目は、俺と基本的にセットなんで、設置後とか特に
うん俺をずっと操ってる感じだよね。ここをフラッシュ入れるから出てみたいな。いいねそれ、なんか多分俺は入ってずっとエイムに集中してるから、そのマップ見れてる赤目がどこ取った方がいいかをちゃんと判断して俺をコントロールしてくれてますね。なんか選手の中で僕は本当に赤目くんが今すごくキーマンになってるかなとは僕思ってて、まあ、もちろん IGL で動かさなきゃいけない部分はあるけど、多分赤目くんってすごく今フラッシュインシとかね使ってたりもするから、今までデュエリストだった人がやっぱりブリーチとかいろんなイニシエーター使って多分やりたい動きが多分自分であるんだけど後ろからのサポートしなきゃいけないからちょっともどかしい部分もありでも多分最前線のこと分かってるから動かしてくれるっていう強みもありっていう、だから多分赤目くんがもっと理解がさらに深まってメイ君との連携も取れてチームもバッチリ極まってきたら多分相当強いイニシエーターに、なっていくんだろうなというふうに思ったし、まあ、赤目くんがどれだけ柔軟さがあるかっていうところが多分試されるのかなっていうのも。赤目はねいいですよ。韓国人の選手はとにかくまあブリーチがうまいとかイニシエーターもうまいなって思うけど、もうデュエリストじゃなくてもどこでもやっぱうまい。何やらせても多分確かにある程度なんかね担保されてる感じですね。なんか強さが伊豆とかもそうだったじゃん。そう保証されてるから、何やっても強いみたいな。そうからなんかそこで考える必要がないっていうのが、まあ僕がもしなんかブリーチやるってなったら、いやなんか火力足りんのかこいつ、なんかスキルうまいけど大丈夫かなみたいな、まあ、今回そばの時もそうですし、まあ、フェードやるにしても大丈夫かなみたいななんかあるけど、それがないっていうのは普通じゃない。今なんかイニシエーターにもフィジカルが完全に求められる時代にもなってきたし、アビリティの個数もだいぶ制限されてき始めたから、まあ、ウートとかもそうだけどやっぱそうなんです、そういうことです。それこそ赤目もそうだし、ジンブンとかも今回ロータスでフェードを、まあ秘話ですけど、あれ大会前にもうロータスなくなるから言えますけど、これロータスどうするやってないしみたいな、全然練習してなくて、これどうするみたいな。で俺らできる、まあ変わるしね、そこできるかな、いやできないよな、一番簡単そうな構成でジェーンクロブいけ、みたいな、でジェーンクロブやるってなったら、まあ、誰かがフェードやんなきゃいけないじゃないですか。そうだねで俺かジンブで、どっちかが汚れ役やんなきゃいけない。いや俺オーメン楽しいから俺オーメンやりたいこれフェード面白くない、でジンブがやる羽目になって、そうジンブがやる羽目になったけど、気づいてみたらジンブなんかめっちゃキル取ってる。めっちゃ強かったよ。そうジンブって結構センチだけど考えてる方というか、ちゃんとなんか結構なんか、まあ、バカっぽい感じなんですけど、結構脳筋タイプというかなんですけど、ある程度なんだろう基礎みたいなのがちゃんと分かってるから、すごいサーチのタイミングも良かったりとか、ジエンもそう、なんか何のロールやらしてもクロブ以外でも結局木うまいから、うまいよね多分。うまかったね。もう最初の1週間ぐらいでさ俺たち喜んでたもんね。そうこいつ伸びしろえぐい。そうみんないい。まあね、特にジェン君はもう伸びしろしかないじゃん。競技経験がないし、ランクマッチしかやってないから、しかも別にスクリームとかも今までほとんど、ね経験がなかったわけだし、吸収できるものしかないみたいな。レインナットクローブしか使えないしまだ。なんか俺思ったのが、そのアセントとかそういうところはまだジェン君も別にスクリームしなくてもある程度は分かるけど、多分3セットとか多分その他のマップになると最初は大変なのかなって。苦労してたね。苦労してるね。してるね。やっぱりしてるね。どんどん成長してるのも分かってる。単純に勉強熱心。ああ、それはね。そう、分かんないことあったら絶対聞くもんね。聞く。今までにその一緒にそのチームメンバーになる人って、まあ、大体は他のチームで活躍した人がいたり、アカデミー上がりだったりいろんな人がいると思うけど、その中でもこれも知らねえのみたいなレベルからやっぱりスタートしてるじゃん。だから本当に初歩的なところから。あれエグくなかった？初日のアセントの埋まり目4キルアセントの覚えてる？ピストルの何それ。あ、覚えてるよ。伝説でしょ。半円目が書かれたの。いやマジでエグかった。なんか 1V4 で、ピストルラウンドで、俺一発目のスクリーム、要は J に一発目に多めを使わせたんですよ。なんか 1V4 でピストルでなんか3キルしてる。1V1 じゃん。急に地面に木が埋まり出して解除目を出したつもりが全然自分の体見えるっていう。焦っちゃってね。低すぎて。あれやばくね？やばい。膝しか隠れないような。そう。
けど勝っちゃって、でも勝っちゃった伝説があって見てておもろい。まあそれでも強いからね。強い。まあ、どんどん今までやってないエージェントをね触る機会にもなると思うし、ジェン君のね活躍にも皆さん期待してほしいなというふうにも思います。弱いように見えるけど強くはない。確かその時ねカオスバンダル最強みたいなこと言ってた気がするんだよ。じゃあカオスが最弱、ガイアが最強。ガイア俺楽しいよ。先週上げてからね。なんかスキルでぐちゃぐちゃにされる時以外は楽しいでしょ全部。言ってたらしいですよ。フォーカス見にいるのも3ヶ月かなみたいな。今何ヶ月経った？お前はどうせ帰ってくるよみたいな。メイクゲーマーズモアシグニフィカントシグネーター